にちは、It's been a while. お久しぶりです。本当にお久しぶりです。投稿がですね、滞っておりまして大変失礼いたしました。今日は募集した質問に答えていく Q&A コーナーをしていこうと思います。言葉にはすごい力があると思っておりまして、今日の質問コーナーを通して、今日は自分の言葉で自分の思いや自分の考えをシェアしていけたらなと思います。よろしくお願いします。大人でダンスを始めて上手な学生が多く、私がいてもいいのかなって不安です。先生はどう感じていますか？ダンス始めるのに最適な年齢なんてなくて、自分がやりたいと思った時が始めるのに一番最適な時期やと思います。年齢も性別も国籍も言語も何も関係なくコミュニケーションをとって楽しめるのがダンスのいいとこじゃないですか。若い子がいっぱいいてここ降りづらいなとか、逆に同い年の子らがいっぱいおったとしても、自分はダンス始めたてでこの空間におるのちょっとなんか周りより全然劣ってて全然踊られへんししんどいなーって思う人とかもおると思うんですけど、あなたの人生なので好きな時に好きなことをやったらいいと思いますね。なんか今でこそやっぱダンスシーンではダンサーの数がめっちゃ多くて、うまい子もだんだん増えてきて、クラスのレベルが高くなってるのはめちゃくちゃいいことだと思うんですけど、それと同時にやっぱりこれも日本人のちょっと悪いとこなんですけど、集団意識と言いますか、なんかそういう初めて来た子とかあんまり見たことない子とかがおるときに嫌な顔する子っているんですよね、正直。自分も実際ダンス東京で初めてクラス受けたときに楽しみやなと思って行ったら、もう入った瞬間から目が合えば睨まれるし、集団でグループはできてもうてるからどこにも喋りかけられへんし、グループ分けの時動画撮ってもらおうと思って動画撮ってもらえますかって言ったらみたいな聞いたことないひどいことされたこともあります。そんな風にやっぱみんな初めて来る子とか見たことない子に対してちょっとなんか牙向こうとしてくるんですよ。ダンスのクラスを受けるのもダンスが上手くなりたいのも誰のためですかって考えた時にやっぱ自分のためなんですね。みんなきっとこの睨んでくる人たちに睨まれへんようにするために踊ってるんですかって。上手い子がいっぱいいる中で自分は初めてできてとか、若い子たちがいっぱいいる中にちょっと人生の先輩の自分が行くとかなった時に、その子たちにどう思われるかが第一優先に考えることになってるのはもったいないと思いますね。だって自分の人生やもん。自分の人生自分が主役で、そのクラスに居合わせた子なんて自分の人生からしたら脇役じゃないですか。そんな脇役の子たちの目線とか、こう思われてるやろなっていうのをオーバーシンキングして、それでグッてなったりとかしてんのは結構もったいないと思います。例えばクラスの中で上手い子がおる中で私おっていいんかなとか不安になったり焦っちゃったり、ちょっと睨まれたりとかした時は、私主役の人生なんであんま見んとってもらっていいですか、すいませんっていう感じで気にしすぎないことが大事だと思いますね。気にするなって言ったら難しいんですけど、やっぱりなんか今のダンスシーンってほんまになんか踊れてないとクラス受けたらあかんみたいな謎の風潮あるじゃないですか。ね。でも、自分が受けたいと思ったり、自分がこの人かっこいいって思った人のクラス受けに行くのって、ダンス好きならもうそれでいいやんって私は思うんですよ。行きたかったら行ったらいいし、そこで全然踊られへんくても、受けてみようって決めたその勇気に乾杯やし、周りの目を気にするっていうのは、ほんまに時間がもったいないですね。今のダンスシーンっていうのは、例えば再生回数が多かったらいい、いいね数が多かったらいい、フォロワーが多かったらいいとか、なんかかっこいいの基準がほんまに勝手に決められてるというか、なんとなくね、こういうスタイルの人がかっこいい、こういうの踊れるからかっこいいみたいな。でも私からしたらダンス始めようと思った人はみんなダンサーやと思うし、それぞれがそれぞれのスタイルでいいやんって
別に、例えば100人ダンスしてる人がおったら、100通りのスタイルがあっていいと思うし、お互いに、それで順位をつけ合うんじゃなくて、お互いに認め合って、あ、なんか自分のスタイルめっちゃかっこいいやん、みたいな。あ、自分もめっちゃかっこいいやん、みたいな感じで、お互い認め合って、でも干渉しすぎず、自分のやりたいスタイルをやりきってたらいいと思うんですよ。でも今って、暗黙のルールみたいに、勝手にかっこいいの基準が決まっているがゆえに、みんなそこに入れないと悩むんですよ。このかっこいいができひんから自分はあかんとか、自分は再生回数も低いし、いいねも少ないし、誰からもコメントもらえてないからあかんとか。何言ってんねんって思うんですね、私は。だってもうその時点で周りの目めっちゃ気にしてるし、周りからの評価で自分の価値を決めてるじゃないですか。周りがいいって言ったら、あ、自分いいやとか、周りがいっぱい見てくれたりコメントしてくれたら、あ、この動画っていいやって、そういう思考になってると思うんですよ。でも、マジで誰の人生って感じで、自分がかっこいいと思うものをシェアしたら、もうそれでいいじゃないですか。周りの目を気にしてしまう人へ、周りからの評価で自分の価値を決めるのはもったいない。あなたはすでに価値があるし、自分でその価値を見出せてて、自分ってかっこいいことしてるって思えてるなら、それで素敵なことです。それでいい。今でこそこのダンスシーンは割と地位とか名誉とか自分の経歴とかめちゃくちゃ必要になってくるというか、そこでみんな人をランキング付けみたいなグループ分けしたがるんですけど、まあ今のね、日本のダンスシーンで生きるなら、まあそれもちょっと要素として大事なんかもしれへんけど、一番大事なのってそのもう携帯とか捨てた時に体一つになった時に全然地位も名誉もない、別にお金もないけど自分のスキル、自分のスタイル信じて自分がかっこいいと思うスタイルを続けてて、体一つになったとしてもダンスで人とコミュニケーション取れたりかっこいいって思わせれる人の方がかっこいいと思うんですね。今でこそ SNS が発達してもうてるからそこにフォーカスしてまいがちやけど、大事なのは体一つになった時に何が残るかですよ。海外とか行ったらそうじゃないですか。わざわざ海外行って、よろしくお願いします。私のインスタこれで、フォロワー何人、いいね何本、再生回数はこんな感じですって言ってから踊りませんよね。絶対スタジオで。それと一緒で、別にインスタなんてただのホームページなんですよ。そっからお仕事入ってくることもあるから、正直、今のダンサーにとってインスタむちゃくちゃ大事やし、絶対やった方がいいと思うんですけど、そこだけに取られるのは全然違くて、私はいつもあんまりインスタ好きではないので、自分が投稿するときのみチェックするようにしてるんですけれども、それを見れば見るほど、あ、この人再生回数多いからこういうのがかっこいいんか。じゃあこれ真似していこうとか、それもまたね、バズるには大事かもしれへんけど、私はなんか誰かの真似してバズりたいと思えへんし、誰かの二の舞でぴょんってバズったとしても、蓋開けたら中身スカスカの人の真似しやから何も残ってないと思うし、そんなやり方するなら時間かかってもいいし、めっちゃ遠回りしてもいいから、自分の足でちゃんと地道に一段一段上がっていきたいなって私は思いますね。近道とか焦りは危ないですよ。地道に自分の足で一歩一歩噛み締めて登っていってる子の方が、登り詰めた時に中身がギュッと詰まってて引き出しがいっぱいある子になれると思うので、一時的な感情ですぐ近道を選ばないようにすることは大事ですね。こういう話がそれてしまったんですけど、いてもいいのかなって不安です。いていいです。いてください。来てください。はい。ダンス好きな人と私は踊りたいと思うし、楽しんでるかどうかを大切にしてください。クラスを受ける目的がかますことになってるから、みんな睨み合ったりしちゃうんですよ。ちょっとライバル来たりとかしたらこけろこけろこけろみたいなクラスの目的は吸収すること、そして楽しむことで、音をみんなと共有して自分のスタイルをエクスチェンジして交換し合って、いいエナジーといいエナジーでいいエナジーを作っていくのがクラスなんですよ、きっと。勇気出えへんなって思ってる人は考え方を変えてみてください。かますために行こうとするんじゃない。音を楽しもうとして行ってください。せっかくね、お金も払って受けてるわけですから、自分が楽しかった、いい汗かいたって思えるような受け方をしてください。クラス行って嫌な思いされた方とかいらっしゃいましたら、もう
DM 送ってください。しばきに行きます。ダンスを続けたいけど、ダンス一本で成功して生計を立てられるのか心配です。確かにね。それこそ今のダンスシーンでダンスやってる子って、いっぱいいろんなダンサーさん見てきてるから、ダンスで食べていくっていうのがどれほど難しいことかを多分実感する機会も多いと思うし、だからこそこういうね、不安が出てくるんやと思うけど、今その未来を想像して、未来の自分、ダンスでやっていきたい未来の自分を想像して、できるかな、生計立てれんのかなって悩んでるってことですよね。多分、まだ何も起こってないってことですよね。だから、その仕事始めてるわけでもないし、それで実際挫折したわけでもないし、ってなったら多分考えすぎですね、それは。わからへん。学生さんなんかな、学生さんで、大学行かずにフリーターになるか、みたいな、大学生しながら、ダンサー目指そうとしてんのか、どっちにしろ未来の不安ってことですよね。まだ起こってないことへの不安はね、もったいないですよ。頭の中で、なれるか不安やな、なられへんかったらどうしよう、って不安をどんどん広げていってると、その夢から遠ざかると思います。これは、自分の経験上でもそうやし、これ大丈夫かな、不安やなって思ってる時って、不安な要素ばっか集めちゃうんですよ、脳みそが。だから、どんどん不安になる確率って高なってるわ。やばいって思っちゃうんですよ。でも逆に全部うまくいったらどうしようって思うこと。お金持ちになります。なったら、こうして、こんな大きい家に住んで、こんなでっかいワンちゃん飼って、お昼ご飯だけ食べに海外行ったりとか、プライベートジェットで、みたいな考えてる人って、そのお金持ちになるための要素を脳みそが引き寄せようとするんですよ。それが現実やと思って。この人はお金持ちなんだって脳みそが錯覚して、そういう情報ばっか集めるようになるんですって。だから自分の気持ちの持ちようでは、ほんまに入ってくる情報が全然違うんですよ。たまにないですか？なんか、めっちゃ頭の中で考えてることがあるとするじゃないですか。例えば、ハンバーガー食べたいと思ってるとするじゃないですか。ほんなら、インスタ見てたとしても、なんか今日めっちゃハンバーガー出てくるな、みたいな。ハンバーガーとか人が何かを食べてる動画めっちゃ流れてくるな、みたいな。思うことあるやん。それって多分、ハンバーガーの動画とか、人が何かを食べてる動画が増えたわけじゃないと思うんですよね。それって多分自分が意識的にハンバーガーとか、ものを食べるっていうことを考えてるから、そういう動画に反応しやすい。センサー張ってるから。これも一緒で、不安やなって思ってたら、不安な要素にばっかり目がいって、そこにフォーカスしてまうんですよ。だからこそ、オーバーシンキングはもったいない。人間の不安の 99% ってまだ起こってないことなんですけど、起こってないことへの不安と戦ってる時間って、周りからしたら、何してんねんっていう感じやろ。まだ起こってないやんって。夢がある人とか目標がある人は、これ慣れたらいいな、慣れるか不安やな、とか思うんじゃなくて、私は何々をする。私は何ヶ月後にはこれができるようになってる。っていう考え方で生きていった方がいいですよ。自分の思考次第で、入ってくる情報も、そっから出る自分の行動も変わってくるから、引き寄せですね。言霊みたいな。過去、現在、未来ってあった時に、やっぱ変えれるのって現在なんですよ。で、現在を変えたら未来が変わる。かもしれない。つまりは過去のことで悩むこととか未来について悩むことってどうにもできひんからもったいないんですよね。なら、現在の今自分がどうすべきかを考えて、そこにフォーカスして何が必要か、何を断捨離していかないとあかんのかっていうのを考えていくのが未来を明るくさせる一歩かなって思います。ダンサーとして生きていきたいって思う人いっぱいいると思うんですよ。でも私が見てる中でもやっぱそこで成功できるのってほんまに根性のある人一倍努力してきた一握りの人だけやと思うんですよ。甘くはないんですけど、同じ人間でなってる人おるんやったら自分にもなれる可能性は絶対ある。から諦めずにもう自分を信じて人一倍やるしかないですね。ご飯食べて、お風呂入って、トイレ行って寝て、起きてっていう人が成功してるんやったら絶対自分でもなれるやろって私は中学生ぐらいの時は思ってましたね。めっちゃ大好きでかっこいいって思うダンサーなんかめっちゃ山ほどいましたよ。私はその人が歩んできたレールをついていくんじゃなくて、自分で見つけ出した
道でいつかその人の隣に立ちたいって思ってやってきたので、自分を信じて、オーバーシンキングはダメですよ。もったいないですよ。せっかくの貴重な時間が。とりあえず今できることを探してやっていきましょう。You got this! 彼氏に冷めた。この先あなたに一生ドキドキすることもないって振られてマジ見返したいです。大丈夫です。可愛くて、面白くて、スタイル良くて、食べ方綺麗で、いい匂いして、ダンスも踊れるのかな。ダンスも踊れて、敬語もちゃんと使える。で、彼氏のこともしっかり思ってた。人を愛すことができる。こんだけ素敵な女性なんですよ。いわばクイーンですね。こんな素敵な可愛いクイーンを手放してしまった。あいつはいつか後悔します。大丈夫。あなたはクイーンのままでいてください。スランプを抜け出す方法を教えてほしいです。とのことです。落ち込む時とかってことですよね。そんなん死ぬほどありますよ。ダンス12年ぐらいやってきて、自分的にめっちゃやってんのに、何にも実れへん。努力が実れへんこととか死ぬほどあったけど、でもそういう時に、誰かに、大丈夫あなたかっこいいよって、慰めてもらうために誰かにアドバイス聞きに行ったりとか、人の言葉で自分の気分上げるのってちょっと弱いなと思うから、それで自信ついて、いや頑張ろうって思える方なら大丈夫なんですけど、さっき言ったみたいに、やっぱり自分の価値って自分で決めるもんやと思うし、人にいいやんって言われて、自分っていいんやって思うのってちょっと違うと思うんですよ。そう。スランプの時って余計焦ってくるじゃないですか。自分こんな立ち止まってる暇ない。もっと頑張らないと抜かされるかもとか思うかもしれへんけど、その焦りの気持ちで、さっき言ったみたいに誰かの二の舞みたいな、二の舞ムーブしちゃったりとか、もう私何でもやりますみたいな。なんか、すごい TikTok のこういう感じでもなんか何でもやりますみたいな。とか、そういうのも絶対しないって決めてましたね、昔から。ネガティブな気持ちの日が続いた時って、私は誰かに慰めのアドバイスをもらうことはしない。焦って誰かの二の舞ムーブしない。自分の価値を下げるような行動は取らない。例えばほんま自分がやりたくないこととかな。なんでかっていうと、この行動をしてしまうと結構周りに舐められてしまうんですね。すいません、ちょっと喧嘩っ早いところが出てしまってるんですけれども、こういうことをすると、周りの人、あの子今スランプなんや、って舐められるし、あの子って簡単にああやってメンタルいかれるんやっていうイメージがついちゃうんですね。だから私はしないです。絶対に。自分の気分は自分で上げろ。と思いますし、落ち込む日なんて大丈夫めっちゃあるから。家帰った瞬間なんかもう、配信みたいな時ね、ありましたよ全然。だから大丈夫。私だけじゃなくて、今成功してる皆さんも絶対にある。悩むことなんか。ただ、今、キラキラしてる人、成功してる人たちって、そこを自分で抜け出す力があるから、まだまだ生き残ってるんやと思うんだよな。さっきさ、他人の評価で自分の価値決めたらあかんって言ったけど、他人に慰めてもらわないと自分の気持ち上げられへんのって、もうそこ止まりやと思うんだよな。他人任せになってるから。やから、自分のテンションを自分でコントロールできる練習をすることめっちゃ大事だと思う。例えばさ、日常で嫌なことがあったりとか、自分が落ち込んでたりするときに、顔に出たり、態度に出たり、周りに当たっちゃう子っているやんか。それな、お前もったいないからやめた方がいいし、プロフェッショナルのダンサーって、どんだけ自分のメンタルが崩壊してたとしても、周りには見せへん振る舞いができる女優とか、俳優やと思うねんな。落ち込む時はあっていいと思う。めっちゃ落ち込んでいいと思うけど、その落ち込んでる自分をちゃんと受け入れて、何に落ち込んでるのかを、ちゃんと自分で見出して、で、自分がどうなりたいかの目標も見出して、じゃあこっからここになるまでどうしたらいいんかを、やっぱ自分で考えるしかない。でもさ、悩めるのもさ、めっちゃ素敵なことやと思うねんな、私的には。だってさ、何にも考えるとさ、体動かして楽しいっていう人もおる中で、こういう悩み持ってる人ってちゃんと自分のダンス向き合って、いや自分の理想があって、その理想と現実のギャップに悩んでるんやろ。ってことはちゃんと前向きに考えてるってことやと思うし、自分で自分の改善点見出せんのってそれもスキルやと思うから、悩めてる時点で真剣にダンスと向き合ってる証拠やと思うから、それはまた素敵なことです。はい。自分的にめっちゃ頑張ってるつもりやのに、成果が出えへんとか、
こう、めっちゃ頑張ってるつもりやのに、誰の目にも止まってないとか、いう時あるじゃないですか。まあ、それこそクラスで言ったらピックされへんとかになるのかな。まあ、ピックが全てじゃないですけど、まあ、ピックは、その日のクラスの中で多分輝いてたから選ばれてると思うし、それってめっちゃ自信につながるやんか。先生から見てもらえたっていうので。だからそれはもう大事やねんけど、自分は、まだキッズ時代とか、中高生の時ダンスやってて、例えばピックされへんとか、自分が一生懸命頑張ってるつもりやのに、実れへんなーっていう時期、めっちゃあったけど、その時にまあいつも、はい、自分は努力が足りてなかった、普通に。選ばれてる子の方がめちゃくちゃやってたやろな。反省。自分はもっとやらなあかんかった。で、一回反省はしますよ。一回反省するけど、でもなーって。私結構ひねくれてるから、なんで怒ってくれへんかな、自分が先行き過ぎてんのかなってずっと思ってました。幼少期ながらに。はい。私がネクストジェネレーション行ってもうてるから、まだみんなついてこれてないんか。あ、そっか。じゃあ自分がちょっとスピード落としたらなあかんな、みたいな。すいませんね。こんなん、絶対口には出してないですよ。でも、そんぐらいの強気で言いました。どんだけ落ち込んでも。もう自分のダンスなんか全然あかんとか言って、うわーってなったらもう、上がってくの結構むずいやん。だからこう一回落ち込むけど、まあでもさ、俺がさっき行き過ぎてたよ、時代。みんなまだついてこれてないだけか。よし。今まで通り。っていうか今まで以上に頑張ればいいか。って思って自分はここまでスランプとかも乗り越えてきたので、焦らないこと。自分の価値を自分でちゃんと理解できる人になってほしいし、自分のテンションを自分でコントロールできる人になってほしいですね。経済的面で大学在学中にダンス留学をしたいのですが悩んでいます。私は LA に、トータル6ヶ月ぐらい、半年ぐらい留学したことあるんですけど、2回に分けて。行った経験からすると、留学したいと思ったら行った方がいいですね。高校卒業したらアメリカに留学行きたいと思ってたけど、家族の諸事情により大学に行くことになって私は行ってたんですけど、途中で我慢できひんくなって留学行きましたね。私はずっと、高校ぐらいの時から行きたいなと思って、ダンスと同時にバイトもめっちゃしてたので、貯めてたお金で行ったって感じですね。正直ね、結構お金かかりますもんね、今ね。自分的に、この留学に行くことが、未来の自分にとってめちゃくちゃいいことやって、確信してるなら、行った方がいいですね。だって、人生の中でめったになくないですか？何々したい。絶対にしたい。絶対に行きたい場所があるって、めったにないことやから、それって多分めっちゃ強い意志やと思うんですよ。そう、ちょっとでも思ってるって。明日って誰も約束されてないじゃないですか。Nobody promised tomorrow ですけど、行っとけばよかったってなるんやったら行った方がいいね。自分は、1回目貯めてたお金で行って、勝手にね、学校行かずにね、ゼミの先生に、ちょっとほんまに自分ダンスやってて、このタイミングで絶対 LA 行きたいので、許してください。課題はメールで送りますのでっていうのをお願いして、OK もらって、先生もね、理解ある人で、めっちゃ応援してくれてたんで、まずとりあえず2月から3月行ったんですよ。大学2年か3年の時かな。そこで、うわー、めっちゃいいやん、ここってなっちゃったんですよね。ダンスクラス受けても、みんながそれぞれスタイルを持ってて、お互いに認め合ってて、だからそこにこういう差はないんですよ。みんながそれぞれいろいろスペシャリティ持ってて、平等って感じ。同じみたいな。エナジーを交換し合うみたいな。こんなチャランポランな日本人、ちっちゃい日本人、当時そんな英語喋られへんかったし、絶対に役立たずやのに、そういう経験もさせてもらったりとか、めっちゃくちゃいい経験やったからこそ、2ヶ月しか行ってなかったけど、帰って、もう一回学校に戻るっていう予定やったんですけど、いや、無理やと思っちゃって、私。絶対にもう一回に戻りたいなと思っちゃって、またゼミの先生とこ行って、ごめんなさい先生、やっぱり忘れれない、もう一回やり残したことがあるので、帰ってきていいですかって言って、自分的に目標決めたんですよ。LA でこのことを成し遂げるっていうのを決めたことがあったんで、すいませんって言って、2ヶ月ぐらい学校とバイト両立して、2ヶ月でぐわーってお
金貯めて、テレアポで、お電話ありがとうございますっていうので、はい、2ヶ月でね、すっごいお金を貯めまして、その後3ヶ月行きました。その時思ったんが、人生でなんか私、あんまりお金に執着してなくって、なんかお金が欲しいからこれするとか、あんまりそういう考えで生きてきてなかったんですけど、人間って頑張れば、こんだけお金貯めれるんやって思いました。もうその時はもう LA に行きたすぎて、もう毎日も学校終わってバイト行って学校行ってみたいなことをずっとしてて、はい。人間って本気出したらこんな貯めれるんやって思いましたね。自分のやりたいことのためなら。経済面的に今しんどいかもしれへんけど、一回トライしてみたら、なんかガチで行きたいなら、例えばこの2ヶ月は、もうバイトに明け暮れて、LA 行くために、命かけてバイトするとか、でもいいんかなって思いますね。めっちゃ行きたいならね。その2ヶ月何か、もう何もかも犠牲にしてお金を貯めることに対して、でもそれはさ、みたいな違和感覚えるんやったら、LA 行きたい気持ちそんなにないっていうことなんで、多分、行かん方がいいですね。多分。やっぱ迷いが出るって、いうことは、まだちょっと一貫でもいいっていう気持ちがあるからやと思うんですよ。もう 100% 行きたかったらそのために命かけて頑張って、行ってみたらいいと思います。やし、留学ってほんまに自分で行かないと分かれへんことしかないし、自分で実際経験した人と聞いただけの人ってほんまに違うし、そこでコネクション増えたりとかもするし、やっぱ自分が興味あるとこには自分の足で、自分のお金で行った方がいい。自分の力で行った方がいいですね。海外行きたいなって思ってる気持ちって、どんどん年取るたびに、今はこれがあるから行かれへん。なんていうんですか。言い訳が、すっごい雷が、いろんな言い訳をつけて逃げるようになっちゃうので、年を取れば取るほど。今やと思った時に行った方がいいです。私も LA でもバーンって使い切って帰って、でまた、でもまあ命あるからいっかって思ってました。やし、LA で怖い思いもしたけど、無事に帰ってきて、また日本の友達と会えて、学校もまた通い出して、生きれてるからもう、またこっから頑張ればいいやって思ってました。海外留学行くとかってもうリスキーでしゃあないんですよ。リスクしかないけど、成功するためにはやっぱリスク取らないと、って思うんで、ノーリスクノーサクセスやと思います。リスクなしでは成功もないと思いますんで。そのためなら犠牲払えるって思うことには、自分投資のためならお金を惜しまない。Do you plan on teaching dance classes in Korea too? Yeah, I'd love to. I'm planning to go into Korea next year. Stay tuned. 絶対に行きますよ、韓国。2026年は。韓国でもクラスいっぱいしようかなーって思ってるんで楽しみにしててください。